キランドジョンです。今回はナビ VS ATS クラッシャーズというクランですね。早速やっていきたいと思います。さあ、先行対戦相手の方から、これはスーパーバーバリアン編成ですかね。スパーチャかガーゴイルあたりが初手で、突ビズ突ガゴが入ってからっていう形になると思います。他の動画でも言ってるんですけど、この編成はね、ウォーデンの価値が今非常に高くなってるので、突撃艦の守るためにフォームを使わないっていうところですかね。ヒーローギアが追加されたことで、ウォーデンが、レイジだったり、ヒーリングトームだったり、自由に使えるっていうところで、そこをヒーローパートと一緒に組み込んでいきたいというところなので、まずは、ここはウォーデンは使わず、ロケバルチェックからスーパーアーチャーの方を差し込んでいきました。さあ、どこまで削れるか。なかなか怖い突撃艦でしたが、通りかけてはいる。巨爆もヒットして、小爆弾もあったんで、範囲でちょっと死んだところと、シンプルにインビジブルがね、今回フリーズ1枚採用したことで数も足りず解けましたね。タウンホール真ん中落とせないときついと。なかなかヤンキートッツの部類かなというところだったので、しっかりこういうのは止まってくれると嬉しいですね。さあ、キングクイーン、ウォーデンを展開で、ここでレイジジェムがついてるのがね、これ強いですよね。これのあるなしはかなりの差になってくるかなと思います。一応通常ウォールブレーカーでなんか穴開けを狙ってるような感じがありましたが、開ける必要あんのかなそんなとこ。何が狙いなんだろうわかんないや。タウンホールがこれまだ残ってるので、クイーンあたりで取りに行きたいところ。さあ、レイジジェム、ここはトームをかけていきます。援軍も捕まるのでちょっとこれ嫌な感じですね。一応フリーズ1枚あるので撃ってもいいですがって感じ。キングも乗り捕まってるので、ここでフィスト使って、フリーズはここに割いていく。あとは回収ユニットとかをばらまきつつ、大きくなったキングがモノリスのところまでは処理をしてくれて、あとはロイちゃんと、クロークがね、どこで発せられるかなんですけど、これは嫌なクロークの使い方になっちゃいましたね。さあ、リクスケに関しても、タイタンがギリギリで解けたので、これは処理はできず。クイーンの方はあまり仕事をしてくれませんでした。対1クロスのターゲットをキングが拾ってくれてると、ロイヤルチャンピオンがまだ能力を残った状況なので、回収いけちゃいそうかな、これは。タウンホールど真ん中残ったんですけど、これすら全開いかれんのはちょっと相当苦しいっすね。誰がどう見てもこれ全開になっちゃいけないやつでしょって、思いますよね。これ全開になっちゃうのはちょっとさすがにやりすぎじゃない？環境的にも良くないんじゃない？これは。ちょっとやりすぎじゃない？これ前回は。さあ、ピーカス。皆さんも慣れてきたでしょうか？ナビにね、超スーパーウルトラ新戦力が入りまして、前回を量産してるピーカストロです。ウォールブレーカー3枚ですね。まずはキングのために穴開けを1枚していきつつ、クイーンサイドカットキングは6時の区画に入れていきます。で、もう1枚入れて、モノリスあたりに差し込むのかな。さあ、ウッドランチはここからマルチ IT を目指すような役割。さあ、1枚目のウォールブレーカー。さあ、ダクエリタンクを切りたいような感じで進めてるかな。スケルトンの呪文を置きつつ、いいですね。キングがしっかり前衛張ってくれている。ここで中心戻ったりなんかうろちょろするキングがターゲットを取り続け、マルチ IT までこれはしっかりとウッドランチャーのみで破壊することができました。ウォールブレーカーも2層目空いて、これはモノリスのところも降りつつ、イエティとね、一緒に中に入ってたロケバルの方で、これはポイズンターンのターゲットも吸ってくれてるのバカ美味しい。いやー、クロスも折れたので、クイーンのルートもめちゃくちゃいいですね。で、防衛施設、これは空に対応する防衛施設がなくなってるので、アーチャーターンにまずはバルーン差し込みつつ、クイーンからはヒーラーが出てきました。さあ、ロイヤルチャンピオンがこれはフォックスが採用されているので、ここもさらに延命されて伸びていきます。あとはもう本当にタウンホールラバルするだけなんですけど、フリーズの数がえげつないですね。まだフォックスが発動中で消えている。クイーンの方もヒーラーがついたことでまだ耐えている。さあ、ここはトームレイジで一気にタウンホール区画を突破しつつ、ロイちゃん知らないし、呪文もたくさんあるし、もう、圧倒的オーバーキルですね。ナイス全開。手元にバルーンも5体残りつつ、強すぎますね。いや、プランがめちゃくちゃ強いのと、当然ながら PS も高いっていうところで、世界で一番いい補強ができたかなって感じです。
対戦相手、ライドラ花火かな。アイスラバと、どういうやり方するかわかんないけど、一般的にはライドラッシュを最初にスタートして、まあ突撃艦トームを一気に花火に合わせて進めていくって感じだと思うんですけど、それでいきそうですね。まあ、対空砲のターゲットを取るためにここはアイスラバ採用です。まあ、特に今回は多分花火が入ってると思うんですけど、そこの方に呪文を割かなきゃいけないので、まあ、こういった呪文を作ってくれるアイスラバハウンドとか、このレイジジェムとかがね、強いですね。さあ、クイーンに捕まり続けて、ラバじゃないわ、ライドラが溶けてしまっていますが、さあ、ライドラに使える呪文は今のが、なんだ、ガゴか。ガゴだけど、ゴブリンが入ってたって感じですね。援軍のアイスゴーレムを、ゴブリンの方でタウンホール突破していく。さあ、ここもモノリスのところまで降り切りつつ、ロケバルとかは何用で持ってきたんだろう。さあ、ラストインビジブルもちょっと虚しく、使わない方が良かったですね。さあ、まだヒーロー使ってないので落ち着きの時間ですが、なんとも言い難い微妙な困ってますね。さあ、ここからヒーローパート落ち着いて展開して全開取っていきたいところなんですが、皆さんはどこから。さあ、12時からヒーローパート使おうとしていきました。さあ、このライドラがそこ壊してくれれば熱いんですけど、どうでしょう。さあ、投石一発入って。まあ、呪文もね、インビジブルさっき使っちゃったからね。ロイヤルチャンピオンも。タイタンはヒーローパートとして残してたのか。ロイヤルチャンピオン、ここから登場です。クイーンの方も、クロークを使わされ、ちょっと微妙なヒーローパートになっちゃってますかね。どうなんだろう、これ。ロイヤルチャンピオンにロケバルを合わせて差し込んでいきますが、クイーンの方はクロークをもうすでに使っているので、マルチアーチャータワーが範囲で攻撃していくの強い。ストライカーは一応持ってきてはいたのか。クイーンギリギリ、ポイズンタワーで溶けていく。実に微妙ですね。いろんなとこがちょっと、もうちょっとだけ足りなかったですかね。ライドラパートも少し分断されてもったいない感じになってたんで。93% です。さあ、ガクさん、クイヒールートライダー、キングからのスーパーバーバリアンカット入れて、クイーンで戻していくと。めっちゃいい。めっちゃいいね、これ。さあ、ここは、レイジも添えて、ホーミングチェックバルーンもいいタイミング。さあ、ここでキングがフィストを使って、テスラ美味しい。リクスケ美味しい。壁殴ったらなんか、リクスケ殴ったらテスラが折れましたね。リクスケ3本ありましたね。バカほど美味しいですね、これは。で、タイチクロスも折り切って、クジ角を完璧に処理ができました。で、援軍も全部釣り切って、V ヒールートも完璧ですね。タイチクロスも打った上でもう勝ち確すぎるかな、これは。で、ポイズン打って、これスーパーバーバリアンの方で援軍アイゴレの処理をしちゃおうという判断、うまいです。あとはアーチャーとかもね、9時の方に寄せてあげて、もうこのスーパーバーバリアンパートでね、援軍かからない、防衛施設から殴られないところで、アイゴレを処理しちゃうのが今一番美味しいですからね、これ。すべてのアイゴレを処理することができました。援軍なんていなかったようなもんですね。ホーミングチェックバルーンもしっかり通って、タウンホールは当然フリーズ。ここからルートライダースタートです。強すぎるなで、ちょっと浮いたマルチ IT には単品でここドリルも投げつつ、ルートライダーそのものもやってきましたね。で、クイヒの方はちょっとクロック割かなきゃいけない感じになったので、レイジからのフリーズも追加しつつ、まだトームが残ってるので、ストライカーに合わせて、ここは下側一機のトームを、かけていく。ドリルも強いね。上側、長弾大砲のところ、ちょっと割れてはしまいましたが、あとは大量に残ってる呪文を三軸角終点に使いまくって GG と。ちょっとこれは、ルートが良すぎるね。配置に対する回答案としては、120点満点の素晴らしいプランだったかなと思います。さあ、
同じような編成ですね、また。さあ、アイスラバからの一気のライドラ展開、進めていきます。ここはレイジジェムではなく、普通のライフオーラかな。あ、ヒーリングトームだ。ヒーリングトーム。ここから打っていく。ヒーリングをするにはちょっと早いタイミングな気もしないではないけど、トームかかってるしね。マルチ IT とかをケアするような感じかな。中心部奥の方で、ここは、スパガゴも花火としてクローンが行われていますが、ただなんかフリーズの跡地みたいななんかよくわかんないのが言ってたけど。タウンホールの方まで、これスパビズスパガゴ両方入れてるんですね、突撃艦の方は。降り切ることができていますが、マルチアーチャーとはギリギリ落としていく。これはちょっと強いかな。3次サイドも空飛ぶユニットたちだけで突破することができて、これはいけそうだね。相当強いね。キングもフィスト持ってるんで、まあ、ずーっとターゲット取りながら、ゆっくりゆっくり進めてクイーンに折ってもらうみたいな展開でいいですね。時間さえあればロイヤルチャンピオン、ロイちゃんすら余らせられるぐらいの余力が残りそうですけど。さあ、ここは、ディギーも入って、投石固めつつ、これが最後のリクス。いや、この入っちゃ違うか。タイタンとかもね、歩かせていって、ロイヤルチャンピオンブーメラン、ライドラも3時の方完全に貫通してくれたので、いいですね。ユニットも残って、呪文も残って、これはぶっ刺さったライドラ花火の例ですね。ナイス全開ガーサス。さあ、カズマくん、61天才のエレクトロじゃない、ルートライダーですね。でも、タイタンみたいな感じで61を使っていくのかなと思います。ジャンプ使わなくていいっていうのが、この61タイタンとのまた、別の、使い分けみたいなところですかね。さあ、バルーンを使って、ここはマルチアーチャーターをまず追ってきました。モノリス大工安いのところを天才でやりつつ、タウンホールの起動までできたので、タウンホールはシューターで落としていくというプランですね。さあ、一気にここからルートライダースタートしていきます。いいやい、これ。で、外周部、ここはキングネクロを流していくような模様。スーパーバーバリアンも使って、サイドカットと。ジャンプ使わない分ね、ここはルートライダーに穴開けをしてもらう必要がありますが、かなり大雑把にドッカン進めと。ルートライダーが道を作ってくれています。クイーンのために。いい流れではありますね。で、外周部はキングが切ってくれてるので、ルートライダーもしっかり内側に戻っていくと。で、エングに対してはタイタンも一緒にね、処理をしてくれているところ。アイゴレ3体なのでちょっと時間がかかりましたが、ようやくここで突破して本体に追いつきたい。ヒーラーもね、ちょっとこっちが独占しちゃってるんでね。ルートライダーがここも道を作ってくれて、追いつきたいですね、クイーンも。ジャンプを使わなくていい分、レイジの枚数がね、タイタン編成よりも多いっていうところが、このルートライダーを選択した時の強みですね。ただ、ここはもう、縦ユニットが全て消えて、クイヒーになっていくところ、フリーズ使って、クイーンで突破。タウンホールの方はシューターでしっかり落とすことができています。あとは流れたキングがまだフィストを持っているので、ここら辺で打ってもいいかなぐらいですね。まだ91レ目なんだ、カズマくん。あ、バーバリアンだ。でかいバーバリアン。これあんま強くないんだよな、実は。でも外周部流すから、レイジ能力をつけるっていうよりは、バーバリアンの生み出すことの方が効果としては強いんじゃないかと踏んでの、今回こういう採用になってるのかなと思いますね。ロイヤルチャンピオンブーメラン。ディギーも入って全開です。ほんとこのメンバー誰も取りこぼさんすね。14点が一番低いスコアで、ほぼ15点ですね。取りこぼすと恥ずかしい時代になってしまっているからな、この環境。最悪ですよね。さあ、スーパーボーラー編成ですね。スーパーボーラーはこの、あれだと、ヤッターくんのやつとかね、何度か見たことがあるんだけど、ヒーリングトームとかが結構
相性が良さそうなのかな。まあ、ボックス陣は確かにこういう対空砲カットのお出ひはね、昔から使われてますからね。迫撃砲のターゲットをババーチャーで拾いに行くような形。うん。クロスのタグが入ったのでヒーラー追加していきつつ、迫撃砲までシューターでなんとか削ることができました。あとはキングも使って内側へ。アイゴレからの一気の展開ですね。ウォールブレーカーも入れつつ、これはタイタンからシングル IT のターゲットが入っているので、ちょっと嫌な展開ではありますが。援軍が出て、奥にジャンプ打って、そろそろ HP も下がってきたキングという状況。さあ、レイジ置いて、フィストは、これは、レイジじゃない、バーバリアンを生み出してる感じですね。さあ、ここでトーム打っていきました。まあ、ノーマルのトームかな、これは。で、奥の方へ。まあ、ライフオーラを採用してるって感じですかね。個人的にはこれヒーリングトームにして見習いオーデンを入れるとかの方が強いような気はしますが、まあ、好みの問題もあったりするんでね。まあ、陸ユニットの採用するときの特権ですからね。ライフオーラー以外のヒーローギアを使えるのは。タウンホールのところまで貫通しつつ、上の方はね、シューターからスーパードラゴン出てきてくれて、クイーン処理まで突破できてますね。で、真ん中の方も、これはクイーンがクロークの余力で押し切っていく、ロイヤルチャンピオンも能力が残ってるので、これ全開ですね。スーパーボーラーがしっかり配置に刺さった形かなと思います。完全に貫通していった。スーパーボーラー自体もね、こうやってかなりの数残ってますからね。ロイヤルチャンピオンは能力を残した状況でフィニッシュです。まあ、リクスケは処理してから打ちたいですね。ナイス展開。強い。さあ、星3、61天才のラバル。ゴーレム1枚、ドリルセット。どういった使い方していくのか見ていきましょうか。61だと、まあ、クイーンと第一クロスボウ、投石あたりも打てるし、ここのタウンホール横の第一クロスのところも打てますし、まあ、そうですね、クイーンを巻き込まない形だと、こうやってレイジターとマルチインフェルノも落とせるし、まあ、61で落とせるところの数が多いのがね、61天才のバリューの強さですよね。ジャイアントとキングとクイーンを使うことで、これ3タゲ入ってるので、マルチアーチャーターがウォールブレーカーからね、逆だね。ウォールブレーカーがマルチアーチャーターから攻撃を受けない形を取っていく。2回ガンガンってやっただけでキング死んだ。宝石漏れた。強すぎる。さあ、ここから色違いゴーレム登場です。新レベルのゴーレムもちょっと見慣れてないからか、まだかっこいいよね。さあ、キングもここは地味に合流しつつ、ゴーレムも新レベルになったので、4体のミニゴレを発生させます。回収、これはキングから殴る形になっている。フリーズ1枚使わないで、まあ、ストライカー軽く当てつつ、一気にタウンホールの方はクロークの余力で押し切っていって、残った跡地にドリルを刺していくような形ですね。ジャイアントからのバルーンを使って、ここはビズ島のケアをジャイアントでタンクさせつつっていうような流れですね。で、一気のオイラバストライカー、トーム。ハオス。強い。トーム中に一気に押し切るっていうのはね、基本ですからね。ドリルの方も上が12時の方をタンクしてくれて、中身のユニットたちで乗せていけるし、下の方はラバハウンドに合わせてバルーンも展開させて、ロイヤルチャンピオンもね、どさくさに紛れてね、入ってますからね。まあ、ホッサンの天才ラバルはやっぱ天下一品ですね。圧倒的。ユニットが残っての全開です。バルーンの数がえぐい。まあ、ルートライダー関係なく、普通に天才ラバルも強いんで、天才ラバルの強みのところを存分に出してる人ですね。まあ、ピーカスもね、天才ラバルって感じではないけど、似たような感じでラバル1本で全然やれてるからね。なんかピーカスも星さんもクラウスもなんか全員ラバル使いだけど、やり方がなんかちょっとずつみんな違うみたいな感じで。
なかなか難しいですね、防衛側は。しかも精度もクリエイティブ度も相当に高いので、まあメンバーだけで見たらもう世界大会優勝しないとおかしいレベルの技術力になってるかなって思います。いい決めなしでね。このメンバーで優勝できないってことあるんっていう。さあここはクイヒのスーパーホグ採用ですね。まあ、ルートライダーが出てきてからはもうほとんど見ることがなくなった古代戦術みたいになっちゃいましたね。今スーパーホグやってる人って見かけないよね。突撃艦ですね。ギルド。ウォールブレーカーの拡張もしっかり決めてっていいですね。うまい。うまいな、それ。ちょっと広がったりしないか。ナイスホーミングさあ、ナイスホーミングこれはおクローク打ってレイジ置かないと死にますけど、敗戦切れですね。敗戦切れですね。クイヒルートめっちゃ良かったな、これ。なるほどね。で、キングをなんかこの辺流してって感じなのかな。突撃艦使うとこそんななさそうだけど。いやー、これいけてそう。わかんねえ。スーパーホグよりはルートライダーの方が良さそうな気もするけど。ちょっともったいないですね。ただ今のアタックはね、回線切れ 17% 星0アタックで最後終わってしまいました。さあ、ラストアタック、クラウス、スケルトンインビジブルですね。バスターセットしてます。タウンケアにバスター使うやり方とかがね、もしバスターを使うならありそうですが、さあ、モノリスとクランジョーのところ。タウンホール側サイドから始めちゃうとタウンホールが起動しちゃう可能性があるんでね、終わった後。遠いサイドから始めてます。この終わった後のスケルトンがね、結構バカにならないし、インビジブルのオーラ的にね、大工が隠れちゃうので、スニゴブも使って6時にキングを誘導して、9時の方もサイドカットしてますね。やっぱロイちゃんの気がする。ロイヤルチャンピオン、そこはそうですね、クイーンを使って、バスターはロイちゃんの後ろに投げる形になるのか、それとも、まあそうっすよね。そのやり方だよね、これなら。ロイヤルチャンピオンを盾にしつつ、バスターでタウンホールケアをしていくようなイメージです。9時の方はしっかりサイドカットもできているので、あとはゴーレムがタンクしてくれつつ、頑張れという状況。さあ、ここで、マルチアーチャーターまで、ロイヤルチャンピオンを折り切っていく。そうするとバスターがしっかりタウンホールまで届きまして、中身はスーパードラゴン登場です。さあ、呪文は使うことなくスーパードラゴンでタウンホールのケアができそうですね。いや、これうまいな。そしてウォールブレーカー、ここからもう1枚来て、クイーン、どこまで見てくんだ、スーサイド。いや、スーパードラゴンうまっ。さあ、クイーンの方にインビジブル打って、これはマルチ IT までクイーン伸びてほしいというところですが、さあ、ここでちょっと対地クロスのターゲットがね、入ってしまってはいるんですけど、フリーズもかけつつ、マルチまで伸びてくれましたね、クイーンが。えぐい。さあ、ラバハウンドに合わせて裏からバルーンも使いつつ、マルチ IT にはフリーズがセットされている。えぐ。このスーサイドめっちゃうまいな。とんでもない量のバルーンがドカドカドカっとカーテンされていきまして。バカうまいね。いいスーサイドパートだ。キングのレベルは85ということで、ちょっと低いあれではありますが、そんなの関係ないぐらいの余力ですね。圧倒的すぎる。はい、というわけでね、本日も15点パーフェクトゲームということで、もう本当にね、トップ層の人たちとは言わんですが、トップオブトップのね、ナビというクランは一切こけることがないですね。直近でね、8試合がね、あったみたいなんですけど、8分の6がね、15点っていうパーフェクトゲームで、残りの2試合が14点のワンミスっていう感じなので、
まあ本当にプロの人たちは全開取れない方がおかしいぐらいな感じになっちゃってる。まあ上手いからね、この人たちがね。そういった域に行っちゃってるって感じですね。最後のアタック良かったですね。ナビのメンバーは本当に危なげなくしっかり簡単に全開を取ってきますね。簡単に見える全開を取ってきますね。はい、というわけで、ターンホール16の方もね、大会等がちょこちょこ始まり始めて、ナビの対戦もね、たくさん動画が上げれるかなと思いますので、今日もこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。